要するにシーバスロッドの軽快さというか、魚をヒットさせる強さ、それから H クラスの魚のリフティング力を1本でそれが全部兼ね備えられるロッドです。それがタイプ R という進化したロッドになりました。間違いなく唯一無二なロッドです。こんにちは、本林です。今日は、ソニオのことについてちょっと説明させていただきます。このソニオ、もう発売してからね7年経ったんですけども、リニューアルというかもっと進化させたいなと思って、ブランクもいろんなことちょっとやってみたり、このロッドが出てからいっぱいこのクラスのロッドが出たので、その他メーカーさんのいろんなものを振らせてもらったりしました。しかしリフティング、大物がかかった時の最終的なリフティングパワーとか、強風の中でどう使えるかとか、総合的に見た中では何度検討してみてもこれ以上のブランクはないという結論に達しました。それからブランクは一切触ってません。このままのブランクのままです。実際これでの記録としてね、海外ですけどね、なんと36キロのカンパチ、それとね最近でもね20キロのヒラマサもこのソニオで上がってます。ただそれでもなんかチューニングしたいなと、進化させたいなということで、新しくタイプ R として変わりました。変更点はまずガイド、ガイド設定を一から見直しました。それと、リールシートですね。ヘキサゴンリールシート、評判のいい、気持ちのいいヘキサゴンリールシートがソニオにもつくことになりました。それとあとはこうデザイン、これ違います。見た目で新しいタイプ R やなと分かるようなデザインになってます。変更点はそんなとこなんですけども、やっぱり振ってみるとフィーリングとかあんなの全然違うんで、現場ではこれからもまだまだ活躍できるし、これ以上のものはないと断言します。まずガイドの変更点です。変わったのが一番リール側の大きなガイドと、その次のガイドですね、チョークするとこの手前までです。これが今までやったら LCSG、これもこれもいわゆるローライダーやねなってたんが、アキュラとかその辺と同じ RV ガイドに変わりました。このソニオのこのブランクには何が一番いいのかということをもう一度洗い直しました。でそうするとやっぱりこの性能のRV ガイドの方が抜けというか、そこのループの抑え具合も、もしも風が吹いててブランクに当たらない具合もこの方がいいんで、これとこれが RV ガイドになりました。それとこの繊細なブランクの中で、このブランクで一番いいのは何かとずっと洗い直すと、一つね、この系統のガイド、この辺りを少なくできる。で少なくする方がキャスティング後の反動による挙動が少ないということが分かったんで、これ軽ガイドですけども、この軽ガイド、小さい軽ガイドが一つ減りました。そういうふうにガイドは変更してます。続いてのチューニング点はヘキサゴンリールシートです。以前からアキュラとかその辺りにはタイプ R でついてるんやけど、これをつけてほしいなと僕思ってました。でつけてもうて実際触ってみると、キャスティングとか釣りをしてみると、とにかく具合がやっぱりいいです。今までのよくあるリールシートに比べても格段の違いがあります。ロッドが変わったかなと思うほどの違いがあります。まずリールがね、その今までのリールシートと違ってね、わずかな締め具合、それほど締めなくてもこんな程度で、これもガチガチにきっちりついてます。つきます。それとね、この形状がヘキサゴンとしているようにね、このずっと角がついて六角形、変形六角形になってるんでね、これがね、リール、スピニングリールは巻く時にどうしてもこういう動きがあります。でジグを動かす時やっても丸いとしっかりギュッと握り込まなあかんようになって、この握力が疲れます。それがないように
ここを持っててもこの左右のブレ、これやね、これをわずかな力で抑えることができます。それとあとはキャストフィール、この辺が小さくなってて小指のあたりもかなり中に入ります。ということでフィーリングとして一番手が触れる、人間の手が触れるとこやから、人の感覚には大きく違ってきます。あとはデザインの変更点についてです。まず簡単にはロゴが、今までとは違いました。それとあとはこの金属部分のデザインが違います。それとね、ここも、タイプ R という字が入ったものになっています。以上がデザイン点の変更です。それは性能に関係ないですが、気分が僕なんかはずっと持ってて、全然新しい気分で、新鮮な気分で今これ使ってます。次にソニオがどういうロッドなのかという説明をさせていただきます。もともとは、こういう堤防なんかで青門をやってる時にね、どうしてもね、僕らがアキュラレベルのハードなタックルで、青門タックルでやってるよりね、シーバスロッドレベルのライトなタックルでやっとしとらにね、ヒットがどうしても負けてしまうんやね。でただヒットは負けてしまうんやけど、そういう方らがちょっと平間さんのいいサイズとかが来たら結局上がらないか、上がってもめっちゃ時間がかかってしまうということになってしまうから、シーバスロッドレベルのルアーが使えて、でいざそういう青物のでかいのが来たらそれにもちゃんと対応できるというロッドというのがね、それをとにかくお願いして、一応やってみたら分からへんみたいなことでやってみて、で実際のところこういろんな試行錯誤で何本もテストピース作りました。で、それが具体的にどんなロッドかということで、キャスティングウェイトから言うたら、まずこれ今ついてるのが 10g です。この 10g のルアーが乗せてキャスティングすることできます。でそうか言うて、もう上限を言うと、こんな H クラスで使うような、ダイビングペンシルとかミノ、それとジグで言えばこういう 100g こんなものまで使えます。ただこれがね、キャスティングできるということじゃなしにね、大きな魚を上げるだけの、リフティングトルク、パワーを持たせてますんで、そのおかげでこういう広い範囲のルアー、これ簡単に言うたらね、シーバスロッドから青門ロッドのミディアム、青門ロッドの H という範囲に、本当やったら3本ロッドがいる範囲がやれてしまうロッドがソニオです。これを使ってると今まで出ない、その6号とか使ってて出ないような魚を出すことができる細糸の強さを感じざるを得ない、そういうロッドです。それがソニオです。今から具体的にどんな感じか、挙動を見てもらいたいと思います。ソニオの性能というところで、こういう、ビットストリームの 10g、 こんなルアーから本格的なペンシル 70g 超えたもの、それとジグの場合によったら 100g、130g というところも使えるということをちょっと見ていただきたいと思います。 10g のプラグ、ビットストリーム 10g です。これでティップ周り見てもらったら分かるけど、この 10g で十分ロッドが仕事をすることを見てもらえると思います。もうベリーのとこまで十分動いてます。 10g ちょっとキャスティングしてみます。十分シーバスロッド並みに使えます。それでちゃんとルアーの泳ぎが出るようにティップもちゃんと動いてくれます。で次が、フラペンの 36g、 水面直下で非常に力を発揮してくれるルアーです。
もうこんな乗る感じになるんやね。だからキャスティングの時に簡単にティップ見えるかな。ティップもこういう感じで十分ルアーの動きに追従してますということですね。この35、6グラムの次は倍、70から80の間ぐらいです。これも今見ていただいたら分かるように、これコントロールできてるよね。よく回ってるけどコントロールできる。風の中でもキャスティングもできるという強さです。ここからがマジックですね、ソニオの。難なくで、泳ぎアクション自身はね、ソニオのティップがついていくんでね、今ペンシルがすごいいい泳ぎします。それとこのプラグの中で、あとこのロッドが普通の他の青物ロッドより進化を発揮するのがね、ティップが適度に負けてくれんと動きがどうしても左右されるミノ。それとラピードの F160、160、重さで言うたら中堅ぐらいになるのかな。こういうあたり言うたら、そのあまりハードなロッドでも使えるんやけども、ハードなロッドで使うとね、繊細な動きがどうしても出にくくなってしまいやすいところあたりをやってみます。でこれは K 点の、K2F162 45g です。よく飛びます。でこれ挙動わかるかな。ルアーのアクションに完全についていってくれてます。次はこの160サイズ、ちょうど中間あたりけど案外魚が出るから使いたいサイズ。これがこのロッドを使うことでアクションが著しく良くなります。距離もよく飛ぶね。飛び出さんと泳ぎ回ってます。次がポッパーはどないやねんということでね、それができるのがここにあるこのソニオのマジックです。柔らかめのこういうミディアムロッドとは違う部分です。これフィードポッパーですね。54g。これがハードにできてしまうのがファイトの時にも発揮するトルクの強さです。次にジグです。もう軽いとこはこういうちっちゃな、ペラジグですね。これはイサキする時によく使います。イサキを置きます。マイクロペラジグです。
これがキャスティングできたら、これ 40g、60g のこういうジグはまあ当たり前に投げれるし操作できるんで、一足飛びに行って激闘ウルトラスローの 100g です。飛びすぎるぐらい飛んでます。これ抵抗の大きいウルトラスローですけども、これがソニオのマジックです。ティップあんな柔らかいのにこんな抵抗の大きいものを動かせてしまう。こういうプラグとかジグとかいう形で合うものとかそういうものを狙うだけじゃなく、こういうのも使えるロッドということです。で平ら刃も、ジグの 100g なんかで見てもらったら分かるように、かなり大きい平ら刃、重い平ら刃 80g とか、場合によっては 100g になっても全然ロッドが負けずに使うことができます。こんなソフトな 10g のプラグを投げれて追従するぐらい、アクションに追従するぐらいのソフトなロッドにかかわらず、負荷がかかった時の強さ、20キロとか30キロのカンパチを上げた実績があるように、ファイト時の強さ、トルクの強さ、それがこのソニオのマジックです。はい、ということで今、挙動とか説明とか見ていただいたように、このソニオというロッドは最終的な魚のファイトのとこのトルクということを含めても唯一無二なロッドやと思ってます。そういうロッドです。今日は主に10フィートで見ていただきましたけども、 9.3 フィート 93M 短いバージョンもあります。その辺に関してはね、よりとにかく軽快に使いたい、今までシーバスロッドで9フィートとかをメインに使ってるという方は、93選んでもうたらええし、で長さも必要欲しいという方やら、磯場で平ら刃やらいろんなこともやりたいという方やったら、この長さのトルク、長さゆえのしなやかさとトルクも十分に感じれる 100M にしていただいたらいいかと思います。基本的な調子を見ていただいたソニオの優位性は 100M も 93M も、全く同じ形で発揮できるように作られてます。で、それよりもその優位性があるソニオを今回タイプ R という形でガイドとリールシートを見直しました。そういう形で 93M も 100M も両方ともタイプ R という形を出しました。このチューンアップした、ソニオ、従来のソニオよりさらにいろんな性能が上がってます。それを一度体験してみてください。